無神論とはどういう意味ですか？答え。無神論とは、拒絶。目に見えない力を信じること。無神論者は創造主を否定する。そして予言と復活からさらに学ぶには、アドバイスする回答、本を聞くことで、イスラム教と無神論、面と向かって、チャンネル上で、証拠は何ですか？クリエイターの存在。答え。証拠は豊富にあるのですが、次の2つの証明があれば十分です。1、宇宙全体を発見する証拠。2、ケアと完璧さへのガイド。神の被造物すべてにおいて、からさらに学ぶには、アドバイスする回答、本を聞くことで、イスラム教と無神論、面と向かって、チャンネル上で、ここで電球は単純化できない複雑さを備えたシステムであるため、慎重な作業に役立つ重要な精神的重要性を持っています。ランプの精巧な細工を否定したり、ランプの外観を偶然だと思い込んだりする人は、その証明を要求している人です。ランプを作った人は、電気の意味、その経路、ランプの有用性、フィラメントの感度を正確に知っています。したがって、ランプの存在は、熟練した制作者がいることを直接示すものであり、特別な意味を持っているわけではありません。全く形状の違うランプがあるだけでランダム比、同じ程度の合理的推論があれば、人間のような機能的に複雑なものには創造者がいることがわかります。ランプは5つのコンポーネントで構成されています。人間の核細胞は10億個のコンポーネントで構成されています。生物の機能を構成する40億個の文字コンポーネントは遺伝暗号、ゲノムまたは DNA と呼ばれ、これらの文字は核細胞の核に存在します。ランプの5つの構成要素にメーカーがあると考えているのに、メーカーがないのであれば、これはあなたの問題です。単一遺伝子生物、クレイグ・ベンター財団は、生命に必要な遺伝子の最小数は382個以上であると結論付けています。科学者たちは、これまで地球上で派遣された中で最も繊細な生物であるマイコプラズマが468個の遺伝子を持っていることを発見しました。もしそれがただの物質であり、世界がただの物理システムであるとしたら、水素から人間へと受け継がれたければ、私たちはゼロから始めなければなりません。しかし、科学は遺伝子が0、遺伝子が1つ、さらには100個の遺伝子などというものは存在しないと教えています。科学は少なくとも膨大な情報セットが必要です。そうでなければ生物は最初から出現しなかっただろうと述べています。無神論者は遺伝子ゼロから始まる存在がいると想像していましたが、最小遺伝子理論はこの夢を打ち消してくれました。生物は最初の瞬間から機能的に複雑であるように見えましたが、そうでなければ最初から出現しなかったでしょう。あなたが美味しい果物を食べて乾いて乾燥して味のない種をあなたから投げ捨てている間、果物はあなたに美味しい味を与えてくれる一方で、その遺伝子、つまり起源を隠しているので、あなたはその果物にその遺伝子を伝えさせていることになります。あなたにとって魅力的ではない、滑らかで乾燥した種子の中心に、その生涯のすべてが詰まっています。あなたがこの種子を地球上に投げるとすぐに、適切な条件が枝、小枝、根を含む果樹を形成し始めるまで、これは何も知らない植物で起こります。誰がその愚かで耳の聞こえない果物の情報を管理し、あなたの好みに合うように砂糖の量を調整したのでしょうか。それでは、誰がその種を受け入れられず、口に合わないものにしたので、あなたがそれを放棄し、捨てるようにしたのですか。では、そのすべての詳細と機能を備えた新しい植物を作成するのに十分な遺伝情報を種子にロードしたのは誰でしょうか。これらすべては偶然に起こったのでしょうか。それとも創造者であり、賢明で強力で全知の神が存在するのでしょうか。最近、私たちが住んでいる環星は、宇宙全体の質量の産物であることが明らかになりました。もし私たちの世界の環星が今より小さかったら、ほんの少しの風で岩が動くかもしれません。このような世界では、私たちは常にあらゆる種類の衝撃にさらされています。もし環星が今より大きかったら、私たちは指を動かすことさえできなくなるでしょう。慣性力または慣性力は質量に依存します。物理学者を驚かせたのは、私たちの太陽系を含む銀河系である天の川銀河の質量は慣性の制御に100万あたり 0.1 しか関与していないのに対し、地球の質量は慣性の制御に100万あたり 0.001 しか関与していないということでした。私たちが生活し、すべての活動を実行する理想的な慣性は、宇宙全体の総エネルギーの産物です。知識が広がるにつれて、知恵の素晴らしさと全能の神の創造の微妙さが明らかになります。なぜ宇宙の根源は偶然ではないのでしょうか。答え、それが偶然であるというのは、確率の原則を知らないことです。なぜなら、偶然には2つの切り離せない条件があるからです。それは、時間と場所です。偶然には、
その効果が現れるまでの時間が必要です。その効果を生み出すには、物理的及び空間的な存在が必要です。私たちの宇宙はどこからともなく時間から来たにもかかわらず、宇宙の創造に偶然が役割を果たしたとどうして言えるでしょうか。偶然そのものが現れずに、偶然の影響がどのように現れるのでしょうか。偶然は、その存在や、偶然の基本条件である時間や空間の存在以前に、どのような影響を与えるのでしょうか。宇宙は永遠ですか。答え、熱力学の第二法則によれば、宇宙が永遠であることは不可能です。この法則を単純化するために、次の例を挙げて説明します。部屋に熱湯の入ったカップがある場合、部屋の温度がカップの温度と等しくなるまで、熱は熱水から部屋の雰囲気に移動します。これが熱力学の第二法則です。常に高から低くまで。この法則は、宇宙の誕生以来、宇宙のあらゆるものの温度が等しくなるまで、あらゆる瞬間に宇宙のあらゆるものに適用され、宇宙のあらゆるものの温度が等しくなったとき、いわゆる熱的死が起こります。宇宙が発生します。宇宙の熱的死。もし宇宙が永遠であれば、今は止まっている。つまり熱的に死んでいると思われますが、実際には宇宙は今、最大エントロピー以下の状態にあり、まだ熱的死には至っていないのです。むしろ、時間と空間が出現した固定的な始まりを持っています。創造主を創造したのは誰ですか。答え、第一に、創造主は創造物の法則を適用しません。そしてこれは自明のことです。そうでなければ、料理人は誰が料理したのと言うでしょう。誰がそのペンキを塗りましたか。創造主が時間と空間の創造主であることは明らかであるため、それらを創造した彼にはいかなる法律も適用されません。彼に栄光あれ。第二に、起こることにはすべて原因がある。これは真実です。しかし、創造主は、彼のようなものは何もありません。11スーラとアルシュラ。第三に、創造主は永遠であり、存在するために必要である必要があり、そうでなければ、行為の非発生を必然的に導く行為主体の順序という問題が発生することになります。これは、先ほど詳しく説明したことです。創造主は永遠に必要な存在でなければなりません。まず、創造主に栄光あれ。14、宇宙は広大です。私たちは小さな体で、どうやってこの巨大な宇宙の中心になれるのでしょうか。無神論者は誤った仮定を立てて、こう言います。宇宙は広大なので、人間はこの宇宙の中心ではないのです。この仮定は、次の前提に基づいています。農場は広大で、その所有者は農場に比べて非常に小さいので、次の通りです。彼は所有者ではありません。全然サイズじゃないですよ。物質的な大小を伴わない道徳は、最も偉大な人々と最も卑劣な人々を区別するための最大の基準である。人は自分の道徳によって測られます。サイズの問題は標準ではありません。15、無神論者の中には、惑星はたくさんあるので、確率論によれば、その中に生命に適した惑星が存在するのは当然だ、という人もいます。この推論は正しいでしょうか。多くの惑星の存在は、熟練の証拠を批判することとどのような関係がありますか。問題は原材料ではない。野菜や果物、動物たちがたくさんいる森にいるからといって、森の真ん中で突然、美味しい料理が入った鍋が目の前に現れるわけではありません。問題は原材料じゃない。また、世界中の砂漠で砂が入手できるからといって、砂漠のどこにでも砂から作られたデジタルプロセッサや電子チップが私の周りにあるというわけではありません。問題は原材料ではありません。事例を作成し、習得したノウハウ。惑星のグループが存在するだけでは、地球のような完璧な惑星がその中に現れるには十分ではありません。嘘や正直とはどういう意味ですか。原子の深さを分析したら正直か嘘などの意味がわかるでしょうか。銀河の物理学やホルモンの科学を観察した場合、観察するのは正直でしょうか、それとも裏切りでしょうか。これらはこの物質世界に由来する用語ではありません。しかし、これらは実際の用語です。むしろ、それは最も偉大なことの一つです。人の価値はその人の道徳にあり、その人の身体の大きさ、原子の数、細胞のエネルギーレベルではありません。人
人の価値は、その人の内なる神聖な使命に対する献身にあります。この価値観は、物質世界の人間と何の共通点もありません。善良な人間と腐敗した人間がいる。しかし、良い山も悪い山もありません。私たちは、信頼できる惑星や裏切り者の惑星を観察していません。人間だけが価値に関心を持ち、目的に関心を持ち、存在に関心を持っています。人間を理解するには、宗教が必要です。答え、脳は物理世界のコンポーネントと全く同じ物理コンポーネントで構成されています。脳がどれほど複雑であっても、物理的構造がどれほど複雑であっても、ゼロの合計はゼロしか生じません。物質が善悪を知らないなら、脳も善悪を知りません。ここで私たちは、神論者に尋ねます。もし物質世界全体が道徳的に中立であり、善も悪も知らなかったとしたら、善と悪の概念は、どのようにして現れたのでしょうか。2番目の質問、地球上のすべての人々を絶滅させるための精神的な障壁は何ですか。ナチスが行った自然淘汰計画、アクション T4 計画で起こった病人、障害者、虚弱者、劣等人種の絶滅に対する精神的障害とは何でしょうか。これらの質問は物理的な脳が誤りや修正によって答えることはできません。脳は地球と同じ原子でできているため、道徳的には完全に中立です。脳と道徳の間には密接な関係も遠ざかる関係もありません。人が必要のないことをするなら、それは不合理です。神は私たちを必要としていないのに、なぜ神は私たちを創造したのでしょうか。回答、必要性と不条理が一致するという考えは馬鹿げています。必要は不条理ではなく知恵によって満たされます。評判の良い裕福な医師は、人々から何も必要とせず、むしろ自分の利益のために人々を治療するかもしれません。ここで私たちは、彼の行動を馬鹿げているとは言いません。この行動の背後にある知恵と偉大な目的は、必要性と無益性のサイクルを中心に展開しているわけではありません。水泳選手は日心から子供を救い、その後、子供の家族が彼を称賛するのを待たずに子供を置き去りにするかもしれません。ここで彼の行動は必要性や混乱として分類されるのではなく、むしろこれは寛大な行為であり、崇高な意図であり、そして良い道徳を。必要性と不条理の間には相関関係はありません。私たちはどうやって神を知るのでしょうか。答え、私たちは非常に多くの方法で神を知っていますが、ここでは4つの方法について説明します。第1の方法、私たちは常識を通して神を知っています。神を知る第2の方法は理性です。私たちは性によって神を知っています。神を知る第3の方法は、神の被造物を見ることです。神を知る4番目の方法は、メッセンジャーを通してです。このチャンネルには、つの方法の詳細な説明があり、ビデオの説明にリンクがあります。イスラム教には私たちがどこから来たのかについての答えがあるのでしょうか。なぜ私たちはの世界にいるのでしょうか。運命はどこにあるのでしょうか。答え、イスラム教はこれらすべての質問を聖クルアーンの一節で答えました。私たちの主、主に栄光あれ、こう言われました。なぜ私を創造された方を崇拝してはならないのですか。そうすればあなたは彼のところに戻ってきます。22スーラヤシン、あなたの出身地はどちらですか。神は私を創造しました。神が私を創造しました。どこに向かってるの。私は自分の仕事の責任を負うために神のところへ行きます。そしてあなたは神のところに戻されます。なぜこの世界に来たのですか。神を礼拝し、試練を受けること。なぜ私は神を崇拝するのでしょうか。私を創造した神を崇拝するのは私にとって自然なことです。これが召使いとその主との関係の本質だからです。召使いは主とその創造主を崇拝するのです。そしてなぜ私を創造した神を崇拝すべきではないのですか。イスラム教とは何ですか。答えは、イスラム教は全能の神への降伏、服従です。全能の神はこう言われました。そして、神に顔を従わせ、善を行うものであり、アブラハムの宗教に従い正しく、神はアブラハムを友人として受け入れた人よりも宗教において優れている人がいるでしょうか。125スーラ女性。彼が顔を神に明け渡した意味は、つまり彼は神に身をいね、神に服従し、意図高き方に栄光あれ、そして私たちの主を性別したことであり、これは宗教における最高の
人々である。そして全能の神はこう言われた。ですから、あなたの神は唯一の神です。あなたは神に服従し、隠れている者たちに良い知らせを与えます。34スーラール8。彼らは神に服従したという意味は、彼らが神の支配に服従したことを意味します。これらの聖句は、イスラームの意味が全能の神への絶対的な服従、神への服従、神に栄光あれ、満足と受け入れをもって神の法と方法に従うことであり、これがイスラームの本質であり真実であることを示しています。宗教はたくさんあるのに、なぜイスラム教なのでしょうか。答え、イスラム教は宗教の中の宗教ではありません。イスラム教はその教義において、旧約聖書のすべての預言者の教義と一致しています。イスラム教は、逸脱した宗教の道を正し、旧約聖書の預言者らの一神教の信仰を回復したものです。全能の神はこう言われます。神はノアに命じた宗教、私たちがあなたに掲示した宗教、そしてアブラハム、モーセ、イエスに命じた宗教を、あなた方のために立法しました。あなたがその宗教を確立するように、避けてはいけません。その中で、あなたが彼らを呼ぶ多神教徒にとっては困難です。アッターはお望みのものを選び、誰が立ち返ろうとも彼に導かれます。13スーラとアルシュラ。イスラム教は他の宗教のような宗教ではなく、むしろ宗教の起源です。ムハンマドが神からの使者であることをどうやって知りましたか。答え、奇跡の証拠の多さは、道徳的な頻度と完全な確実性を示しています。アリストテレスは彼の著作集に基づいた哲学者であり、彼が言った文章や彼が言った哲学的分析ではありません。ヒポクラテスは、彼が言った手術のおかげではなく、彼のすべての医療プロジェクトのおかげで医師です。同様に、預言者から伝えられた奇跡の多くの兆候があり、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。これは、彼が預言者であるという道徳的な頻度と完全な確信を示しています。さらに詳しく知りたい場合は、イスラムタイム神論の対決の第14話を見ることをお勧めします。彼が思いついた最大の聖句である聖クルアーンについてはどうでしょうか。コーランは神がその記述を持った人々にそれに似たもの、あるいはそこからスーラを生み出すよう命じましたが、彼らはそうしませんでした。全能の神はこう言われました。あなたはまだやったことがないし、これからも決してやらないだろう。24スーラアルバカラ。彼らはそうしなかったし、そうすることもできなかった。聖クルアーンは多神教徒や雄弁な人々の習字法に挑戦し続けており、これらすべてにおいて、彼らはそれに反対することを控え、それに匹敵することに消極的です。アブドラダラズ博士は、神のご慈悲をと述べています。彼らは彼と競争しようと急いでおり、全員が慎重になっています。もし彼らの雄弁な人々のグループが、たとえいくつかの面であっても彼よりも優れた言葉を生み出すために契約を結んだら、彼はどうするでしょうか。それでは、もし彼がこの判決を当時の人々に対して下す意思を持っていたなら、彼はどのようにして将来の世代に対してそれを下すでしょうか。自分自身を見てみると、自分は実験室であることがわかりますが、自分の中に正しいことをして間違ったことはしないという気持ちがありませんか。もしあなたがお金を持っていて、その所有者がそのお金で忙しいなら、あなたはこのお金を受け取って、そのお金から利益を得ようという感情を抱くでしょう。そして、対応する感情があなたに、それは禁止されており、犯罪だからそんなことをしてはいけないと告げるでしょう。あなたは人生のあらゆる場面で試されます。この感覚、つまりやっているのかやっていないかという感覚はあなたの中に存在します。なぜなら、あなたはすでにテスターであり、怠慢ではないからです。あなたは価値のないものではありません。全能の神はこう言われました。確かに彼が感謝していようが恩知らずであろうが、我らは彼をその道に導いた。3スーラールインさん。人間は自分の中にすることとしないことを持っています。人生のあらゆる状況において感謝するか感謝しないかのどちらかです。神を信じ預言者を信じないだけで十分でしょうか。答え、いいえ。預言者を信じないが神の存在を信じるだけでは、神にとってイスラム教徒であるには十分ではありません。神が創造者であり、提供者であり、維持者であると信じながら、神の啓示を信じず、神の啓示を否定することは何を意味しますか。メッセンジャー。これはより大きな冒涜です。確かに、神と神の啓示に応答するものほど大きな罪はありません。全能の神はこう言いました。150彼らは不信者であり、我は不信者のために屈辱的な懲罰を用意した。151スーラーンニサ。神を信じながら預言者を信じない者は、まさに異教徒です。イスラム教と救いは、
神が創造者、提供者、命の与え物であるという人間の認識だけの問題ではなく、むしろ神の使者を信じることが必要です。善行を受け入れるための条件は、それが神の顔に向けられたものであること、つまり神からの報酬を得ることを目的としたものであることです。神を信じず、神と共に他の神を崇拝する人に、私たちはこう言います。あなたが善行で神と関わった人たちのところに行き、彼らから報酬を受け取りなさい。あなたの善行によってあなたは望んでいなかったからです。神の顔だけ。家族が彼を育て、強い若者になるまで養ってくれた人が、その後、他の人たちのところへ行って彼らに奉仕することを想像してみてください。その人には家族の元に戻って、私の奉仕の対価として賃金をくださいという権利はありますか？他の人に、彼は自分が仕えた人々のところへ行き、彼らから給料を受け取らせてください。そして神は、の最高の模範です。あなたを創造し、あなたに備え、すべての祝福を与えたのは神です。それならあなたは神への崇拝を放棄し、自分の働きに対する報酬を神から受け取りたいと思いませんか？それはどうですか？疑惑はイスラム教徒にとって自分の宗教について理解できない問題であり、答えが見つかるまで混乱する可能性があります。全能の神は宗教の解問題に疑わしい事柄があることを望まれ、その結果、偽りを求める者たちがそれらによって思への従順から引き離されるであろう。あなた方にその書を下したのは神です。その中には決定的な聖句もあり、それらは書の基礎ですが、その他の聖句は曖昧です。心の中で逸脱している人々については、彼らは従うものです。彼はそれに類似点をでっち上げ、それを混乱させようとし、それに解釈を与えようとしたが、その解釈は神以外に誰も知らないし、知識にしっかりと根を張っている人たちは、当時のみんな、私たちはそれを信じているという、私たちの主よ、アルバーブにふさわしいもの以外は誰も覚えていません。セブンスーラとアルイムラン。心に逸脱がある人は、それに似たものに従います。心に逸脱がある人は、これらの疑いに従い、誘惑を求め、神からの距離を求めます。無神論者は、そもそも悪はなぜ存在するのでしょうかと尋ねるかもしれません。答えは簡単です。価格が高いからです。なぜなら私たちは実験的な世界にいるからです。私たちの主、彼に栄光あれ、こう言われました。そして、私たちは試練として悪と善であなたを試みます。35スーラとあるアンビア。善悪があるのはあなたが割り当てられているからであり、割り当てこそがあなたの存在の目的なのです。全能の神はこう言われました。死と命を創造されたのは、あなたたちの中で誰が行為において最も優れているかを試すためである。そして彼は力あるお方であり、寛容なお方である。スーラールマルク。悪の存在、誘惑や災難の存在自体が、宗教問題の正当性と無神論の誤りを示す最大の証拠です。もし私たちが物質世界の子供だったら、善も悪も理解できないでしょう。悪、多少の痛み、そして罪を犯す能力は自然な要件であり、意志の自由と神の使命の明らかな結果です。悪、苦しみ、災難、欲望の存在は、善良な人間の最良の部分と、堕落した人間の最悪の部分を引き出します。無神論者が悪があるという理由で創造主の存在を否定するとき、次のような分析をするのは奇妙なことです。1、父親が慈悲深く、息子にとって最善のことを望んでいたのなら、なぜ彼は痛みを伴う抗菌薬の注射を息子に許したのでしょうか。2、注射の結果、息子に痛みはありますか。3、つまり、父親は存在しないということになります。これは合理的な結論でしょうか。そうなると、善と悪に関する神の知恵の微妙な部分を私たちが全て理解できないのも当然です。人類の歴史上、無神論ほど危険なアプローチはかつてない。無神論者のレーニンによる旧ソ連のクラグ族の虐殺や、ナチスドイツによる少数民族の絶滅、カンボジアの人口の4分の1が空になったわけではない。無神論者のポルポトの手による人口削減、文化大革命での5200万人の中国人の殺害、無神論者の毛沢東の手による5200万人の中国人の殺害、ヨーロッパにおける戦闘的無神論者連盟の出現、正式に4万2000人の宗教者を閉鎖した無神論的な分泌物や無神論の出現による自然な結果を除いて、教会やモスクなどの施設を破壊し、何万人もの宗教者を殺害した。実際、第一次世界大戦と第二次世界大戦は無神論的な戦争であり、人類に対する無神論的な認識と人種的純度を追求する考えに支配され、その結果、世界人口の約 5% が絶滅しました。3分の1世紀前
に征服され、哲学者たちがパリの真ん中に小便器を置いたことは文明の終焉の日です。時代を通じて、また予言の歴史を通じて、異教徒の物質的な強さへの執着ほど人間を悩ませたものはありません。進歩と真実の間には全く関係がありませんが、物質的な進歩や更新性は、誰が正しいか間違っているかとは何の関係もありません。人が高潔で善良であるためには、文化的に進んでいる必要はありません。ある人はイスラム教の教えに熱心でも貧しく素朴であるかもしれませんし、あるいはその逆かもしれません。文化的には先進国でありながら、神の律法、宗教、啓示から最も遠い国がどれだけあったことか。そして彼らは、そこに住んでいた以上にそこに住んでいた。旧スーラールラム。物質的な進歩や経済的豊かさは、利所有者の基準ではありません。人間間の真の差別化の基準は、物質的な進歩ではなく、経験差と善行による差別化にあり、物質的な進歩は目的ではなく手段として提供されます。それは人々に奉仕し、利益をもたらす手段として提供されます。彼らの手により、イスラム教は1200年続く文明をもたらしました。これは、この時代に中断もなく続いた最長の文明です。イスラム教は、イスラム文明を生み出しました。これは文明を生み出した唯一の宗教です。残りの宗教は文明に受け入れられました。文明を生み出した唯一の宗教はイスラム教です。西暦1453年にイスラム教がコンスタンティノープルに入ると、ヨーロッパでは暗黒の中世が終わりました。米国議会図書館では、図書館のメインホルの天井に西洋文明の進歩の源を示す円が刻まれており、その7つの円の中で言及されている宗教はイスラム教だけです。イスラム教は言及されている唯一の宗教であり、自然科学を専門としています。イスラム教、物理学、残りのサークルは2の名前に関係しています。イスラム教は科学を導入し、700年間、世界の科学の国際言語はアラビア語でした。人がどれほど生活が豊かであっても、信仰がなければ、その人は困難の中で、道との狂ったような終わりのない競争の中で生きているので、あなたはその人を常に不安に思っているように見えます。預言者、神の祈りと平安あれ、こう言いました。この世のことだけを考えている人は、神がその人のことを分けて、その人の貧困を目の前に置くでしょう。そうすれば、書かれていること以外、この世からその人には何ももたらされないでしょう。そして、誰が来世を意図していても、神は彼のためにその事柄を集め、彼の富を彼の心に置き、そうすれば世界は進んで彼のところに来るだろう。礼拝はイスラム教徒を世界への服従から解放し、自由にします。したがって、真に神を崇拝するイスラム教徒は、人生の意味を理解し、世界の価値を理解し、この世での自分の存在目的を理解している人です。イスラム教は全人類のための神の宗教であり、全能の神は、確かに、神の宗教はイスラム教である。と言いました。19スーラアルイムラン。イスラム教は、神が他の宗教を受け入れない宗教です。そして、イスラム教以外の宗教を求める者は、決して受け入れられず、来世では敗者の一人となるでしょう。85スーラアルイムラン。したがって、すべての人はイスラム教を受け入れなければなりません。イスラム教では、地獄の火からの救いと神の満足と楽園を勝ち取ること。イスラム教に入ることは最大の祝福の一つであり、実際、それはあなたの存在において最も偉大で最も重要なことです。実際、イスラム教は自然と理性への回帰です。イスラム教に入るのは簡単で、儀式や正式な手続きは必要ありません。全能の神への服従の現れは何ですか？言い換えれば、自分が神に完全に身を委ねたことをどうやって知ることができるのでしょうか？答え、全能の神への服従の印は次の4つです。第一に、人生の大小のあらゆることにおいて神に仕えること。あなたが神に完全に身を委ねたことを示す第二の印は、神が命じたことに従い、神が禁じたことを避けることです。神への服従の3番目の印は、次の通りです。私たちは神が制定されたものの仲裁に服従するので、神の律法に満足し、それを受け入れます。すべては全能の神の知恵によって定められており、したがってイスラム教徒はすべての運命において神に服従します。善にも悪にも、イスラム教徒に良いことが降りかかった場合、彼は神を賛美し、悪いことが降りかかった場合、彼は忍耐します。